大型ミサイルを搭載して、空中から発射できる強力な兵器にしたいので、うまくできたら、チャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずはこれからの開発のためにトランティスタの研究を少し進めておきます。こんな感じで同時に通電させた2つの逆転タイプのトランジスタの出力側と中央部をお互いにショートさせることで電気を流す順番によって通電する経路が変わるラッチ回路になります。少し不安定ですが、この働きをうまく利用することでトリガーを引くたびにオンオフが切り替わるトグルスイッチを作ることもできます。ちなみにこのトグルスイッチはクライメドッグさんが開発したものの設計図を公式ディスコードサーバーからお借りしました。ではこの辺で戦闘ヘリ作りを始めましょう。前回作った大型ミサイルを戦闘ヘリに搭載できるようにベアリングとすぐ消費する小さな燃料をうまく組み合わせて少し電気を流すだけで切り離して発射できるようにしました。こちらを2つ搭載したいので横に並べてヘリ本体と別パーツ扱いになるように古代の合金とベアリングを使って結合しました。こうすることで発射時に壊れるのを防げるはずです。さらに空を飛ぶためのブレードを回す二重反転モーターを中央付近に立てて取り付けました。ヘリコプターなのでブレードの軸の角度はこれくらいの浅めにしておきます。それから古代の軽量プラスチックを32枚重ねたブレードを4つ取り付けました。あとはこれを回すだけで上昇してくれるはずです。バッテリーを13本くらい取り付けると前に傾いてますね。モーターの位置が後ろすぎるみたいです。もう少し前にずらしましょう。この状態でバッテリーをつけるとこれならバランスよく浮かんでくれます。浮かぶ高さが低いのでバッテリーを16本に増やした後トリガーを引くと通電できるようにして私が乗ってみるとゆっくりですがちゃんと浮かんでくれました。ちなみにこの時のブレードの回転数は 87rpm と結構遅いんですがここでとりあえずミサイルを発射するための仕組みを作りましょう。フソー66さんが作ったものを参考にこんな感じで通常タイプのトランジスタを組み合わせた遅延回路を作りました。この回路を使えばスイッチを短く押して一発目長く押し続けて2発目と打ち分けできるようになるはずです。早速回路を組み込んで空中で大型ミサイルを発射してみましょう。浮力が足りず低空飛行ですがとりあえず一発発射するとおっとバランスを崩してしまいます。片方のミサイルの重量がかなり重いからですね。次からは同時に撃ちましょう。コード不足を解消するためにブレードの枚数を8枚ずつ増やしました。これで1つのブレードが40枚合計160枚を使ったことになります。バッテリーも20本に増やしてこちらを動かしてみるとさっきより勢いよく上昇して高度が高くなりました。この辺でミサイルを撃ってみるとダメですね。発射の瞬間爆発してしまいます。トリガーを引きっぱなしにしてほぼ同時に発射できるようにしていますが発射の時にどこかの部品が接触してそのせいで爆発してしまっているみたいです。なので発射時にミサイルが接触しないように取り付け部を直しました。この状態でもう一度上昇して発射するとよし2発
つのミサイルを爆発させずに発射できました。遅延回路のせいで少しタイミングがずれているので、軽量化のためにも遅延回路を取り外して同時に発射できるようにしましょう。そのおかげでかなり高くまで上昇した後、2つのミサイルを同じタイミングで発射できました。一度沈んだ後、上昇していく軌道がなかなかかっこいいです。やりたい動きはできたので、これで戦闘ヘリは完成です。では、いつものように遠くの大木から狙っていきましょう。上空から直撃しそうな位置まで移動して、いってー！よし！大型ミサイルが直撃して、3本の木を破壊することができました。でも、ミサイルの部品数が多いせいで、爆発時にゲームの動作がかなり重くなってしまいます。ゲームが止まってしまうこともあるので、気をつけましょう。次は風力発電機を狙ってみます。こちらも直接当てられるように狙って何度か発射していると、よし、2つのミサイルが直撃して風力発電機がぶっ壊れました。なかなか強力な兵器です。では次はこちらの雑魚キャラの大群を狙って戦闘ヘリで攻撃してみましょう。果たしてどれくらい倒すことができるんでしょうか。早速低空から発射してみますが、手前の木に当たって爆発してしまいました。うまく当てられるように諦めずに何度も繰り返し発射してみると、よし、ちょうどいい位置でミサイルが当たって雑魚キャラが吹っ飛んでいきます。動作がかなり重くなっていますが、2つのミサイルの爆発のおかげで跡形もなく吹き飛ばすことができました。ちなみに私の視点だとこんな感じです。左のトリガーを引いて高度を上げていった後、右のトリガーを引くと2つの大型ミサイルが同時に発射されます。近くで爆発したせいか、ヘリ本体も壊れてゲームの動作が激重です。私の体も吹き飛んで空高く登っていきました。それでは最後はこちらの巨大スライムを狙って戦闘ヘリで攻撃してみましょう。果たして倒すことはできるんでしょうか。高度を調整して直撃しそうな位置から発射してみると、やったー！ 37,719 ダメージ。巨大スライムを倒しました。水車部分が直撃して大ダメージを与えることができました。でもなぜか爆発はしないみたいです。それではこの勝利を祝してスライムを燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれた戦闘ヘリさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、